マルチマテリアルユニットですね。こちらもちょっと補足しておきます。いろいろですね、あれからまた作っていてですね、こうキノコとかですね、これキノコですね。とかですね。なんかよくわかんないけど、こういう回るやつ。なんていうんですか、これ。わかんない。ハンドスピナー的なそんなやつでもないか。やつとかね。これを、いろんなね、フィラメントで作ってみてますっていうところです。で、33時間をかけてですね、マルチマテリアルユニット、初めてね、僕もね、日を超えた、2日にまたいだですね、3D プリントというか、マルチマテリアルユニットの、3D プリントをしました。で、完成形が、こちらですね。もともと単一の、3D データになってまして、このね、目と口とね、髪の毛、それからこの上のね、うさ耳、の部分とかはもともと色分けができてないというか、その STL データ上で分割されてないっていう形になってます。だけれども、プルサスライサー2.4のね、機能を使うことで、ペイントね、ペタペタこう塗る形でね、一つの 3D データをこう、マルチマテリアルユニットで作ることができるようになると。そういうやつをね、試してみたかったっていうことなんですね。やり方はね、もうちょっと研究の余地があるなっていうところで、ちょっとね、写真とかだと伝わんないんですけど、顔がね、本当はもっと肌色なんです。このね、足ぐらいの明るさの肌色なんですけど、黒がね、混じっちゃってるので、まあ、どうしてもパージボリュームをもうちょっと大きくしなきゃなとかってね、いろんな調整をちょっと、試行錯誤して、ちょっと今月は無理かな。来月あたりにね、ちょっとまたリベンジを、しようと思ってます。懲りずにね、もうちょっと小さい、形でやろうと思ってますけども、4種類のね、フィラメントで、ちゃんと色分けをね、プルサスライサー 2.4 で、ちゃんと色分けをした上で、これをね、もう一回、プリントのリベンジを、していくというところをね、ちょっと企んでおりますので、またね、こちらも反省しつつ、お伝えをね、その改善をお伝えできればというふうに思ってます。ですね、シンギバースってね、メーカーボットがやってるサイトに行ってですね、カービー、ですね、で検索してください。これです。このデータをね、プリントしてました。はい。このデータですね。データをね、紹介したついでに、お伝えするんですけど、これパージボリュームっていうのをコントロールしないと、このね、黒目の部分と、このピンクの部分がね、ものすごいこう分離が悪いので、赤はね、まだいいんですけど、すごくね、ピンクを消耗しないといけない、データになってます。まあ、そのね、プルサのマルチマテリアルユニットの性質上ですね、まあ、ノズルに対して一回入れたものを引っこ抜いて、また新しいのを入れて、この先端に残ってるちょっとあるフィラメントを押し出して、それを一回捨ててから、そのプリントに戻るっていう動作をするんですね。その先週の配信、33時間配信の時にも、そのフィラメントを引っこ抜いて、元に戻す動作があるんですねっていうようなコメントを僕が確かなんかで見かけた記憶があってですね、これが、まあ、時間がかかる理由だったりするんですよね。まあ、しょうがないんですけど、で、まあ、何が言いたいかと戻ってくるとですね、その最初のこのパージ、押し出すのをパージするっていう風に書いてあるんですけど、そのね、このカービィの下になんか変なブロックあるの分かります？この四角いでっかいやつ。これがね、そのパージボリューム、まあワイプタワーって呼ばれるやつなんですけど、このね、ピンクを切り離す面積っていうかその体積を大きくしないと、この箱ですね。このなんかカービィの下にいるこの箱です。うん。これをね、大きくしていかないと、その分離がうまくいかなくてですね、中途半端にフィラメントが残ってしまうので、うまくプリントができないと。なんか変な滲みが残るというかね、なんかちょっとこう、暗いピンク色になっちゃう。色が混ざっちゃうんですね。これがね、そのマルチマテリアルユニットのちょっと弱点というかね、めんどくさいところだなというところだったりしますと。